チョルくんです。オレンジキャットインダストリーさんから発売されたソルテッカマン2号機のプラモデルのご紹介の後編となります。今回の動画ではプラモデルの各関節の可動域の確認やウェザリングのやり方等をご紹介しておりますので、ぜひご参考としてみてください。それでは各関節の可動域の方を少し確認してみましょう。まず頭部の方なんですが、首の方が二重関節になってますんで、前の方と後ろの方と少し前後に動かすことができて、あと下の方はこのぐらい曲がる感じですね。それから上の方は若干上を向いてるぐらいの可動が可能になってます。もちろん左右への可動ですね。それから回転の方も可能になってます。それから肩の方ですね。アーマーの方が回転と上下動ができるようになっています。また肩の根元の方でですね、前後動が可能になっています。前と後ろと、可動域はそれほど広くないんですが、動かすことが可能になっています。それから腕自体ですね。こちらの肩のサイドアーマーが動くようになってまして、これを上げて伸ばせば、水平ぐらいには上げられる感じですね。当然360度回転することが可能になっています。それから腕の付け根ですね。ここでひねることが可能になっています。肘の部分は二重関節になっていて、ここまで曲げることが可能になっています。手首の根元の方は球体関節になってますので、少し硬めではありますが、上下左右に振ることができます。上半身の方は前後動ができて、左右への傾きができて、あとは腰の回転が可能になっています。それから股関節の方ですね。股関節の方はちょっと硬いんですが、このぐらい上までですね、上げることが可能になっています。腰回りのアーマーが意外と上を向いているので、足が結構高く上がるっていう感じですね。足の付け根ですね。こちらの回転軸で回すことが可能になっています。膝に関しては肘と同じように二重関節になってますので、1段階2段階というふうに曲がるようになっていますが、こちらのリアスカートの方ですね。これスラスターになってるんですが、さすがに二重関節ではあるんですが、背中のリアスカート等がぶつかって、上がるのはこのぐらいが限界かなっていう感じですね。それから足首の方ですが、後ろのこの羽みたいな部分は稼働しないんで、後ろはこのぐらいですね。で、前のこのアーマーの部分は稼働しますので、こんな感じ。それほど可動範囲が広いというわけでもないですかね。それから足首の方は左右への可動が可能で、回転も可能になっています。つま先部分だけ独立で動かすことが可能になっています。可動範囲の大きさも含めて、かなり遊べるキットになってるんじゃないかと思います。ちなみにこちらのリアスカートの方も上下に稼働するようになってます。ソルテッカマって実は1号機と2号機があって、1号機についてはバルザックが登場していて、2号機はノワールが登場するような設定になってます。で、今回キット化されたのはノワールの乗る2号機という形になっています。1号機と2号機って若干装備の方が違っていて、1号機の方にもフ
フィルム4本ついてるんですが、少しこれとは形態の違うものがついてるという感じになっています。1号機の方も後々発売されるといいんですが、その際にはぜひご紹介させていただきたいと思っています。では一度バラしてウェザリングの方をしていきたいと思います。それではウェザリングをしていきたいと思います。使用する塗料はこちらミスターウェザリングカラーを使用します。では早速塗っていきましょう。だいたいこちらのウェザリングカラーを塗り終わりましたので、今度は薄め液の方ですね、こちらの方で全体を薄めていきたいと思います。こちら綿棒の方ですね、綿棒の方に浸して少しずつこう伸ばしていくイメージですかね。こちらこのプラモデルに付属するデカールになっています。水転写式ですかね。ただしどこに何を貼るかっていうのがマニュアルには記載されていませんので、適当に貼るしかないのかなという感じですね。ソルテッカマンって1号機と2号機があるんですが、1号機用と2号機用ですね、両方用意されているようですね。もちろん今回は2号機用を貼ってきます。やっぱこの一番貼りたいのがこの2号機のナンバリングですよね。なるべく目立つところに貼っていきたいと思います。こんな感じですかね。かなり貼りにくいな。最後のウェザリングの仕上げとして塗装が剥げた表現の方ですね、そちらの方をしていきたいと思います。こちらの方部品の角の部分ですね、こすりつけていくような方法をいつもやっています。こちらペイントマーカーの方なんですが、最初の方はかなり多めに塗料が出てくるので、このままやってしまうと本当にベタっとしてしまうので、塗料の方を綿棒に少しこすりつけた上で綿棒でこすっていくというようなやり方をとっています。薄くこすりっていくような感じですかね。特にこういった黒い部品についてはシルバーって結構目立ってくるんで、なかなか効果的だと思います。少しオーバーめかなと思うぐらいまでやった方が効果的かもしれませんね。それとあと塗料の特性上ですね、塗った後のベタつきっていうのが出てきます。そこら辺はしょうがないかなっていうところですかね。慎重になおかつ大胆に塗っていくって感じですかね。今回のモデルは青い部分が結構多いんですが、シルバーをのせていくといい感じの色になるんで、結構ねおすすめですよ。少し金属っぽいような青に変わっていく感じがして、なかなか綺麗な色なんですよね。こういった足回りとか、足首周りですね、結構
剥がれっぽいようなところは多めにやっとくといいかと思います。やればやるほど効果があるんで、ぜひですねやってみてください。こんな感じでシルバーで塗装の剥がれを表現してみました。だいたいウェザリングの方とデカール張りの方が終わりましたので、最終組み立ての方に入っていきたいと思います。デカールの方量が多いんでかなり時間の方かかりましたね。ただし効果は抜群なので、皆さんもぜひですねデカールの方は貼ってみてください。先に胴体をはめてしまいますね。ただデカールを貼ってしまうと非常に触りにくくなるのがちょっと辛いところではあります。なるべくデカールを触らないようにやりたいところなんですが、なかなかそうもいかないですね。せっかく貼ったデカールが剥がれてしまうのは悲しいので、十分気をつけてやりたいところですね。特にデカールが当たってしまうところは削れて剥がれてしまうので、十分注意したいところですね。こちらソルテッカマン2号の方は、人類側が開発したパードスーツということで、ロボットみたいなものなので、かなり汚し塗装とかですね、デカールを貼るとですね、平気っぽくなって、かっこよくなるんで、ぜひですね、ウェザリングとデカール貼りの方はやっていただけたらと思います。またプロポーション的にも非常にかっこよくできているので、おすすめのキットっていうところですかね。あとギミックの方としてですね、こちらのフェルミオン砲の方ですね、これを発射体制に持っていくことが可能になっています。こういった形でフェルミオン砲の発射体制を取ることが可能になっています。若干変形させるのに手間がかかりますが、十分かっこいいんで、こちらの方もチャレンジしてみてください。一応ソルテッカマンの方こんな感じになりますので、ぜひ皆さんもですね手に入れる機会がありましたら組み立ててみて、ディティールアップ等にですね挑戦してみてください。以上でソルテッカマンの方の組み立ては終わりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。